こんにちは、専門学校講師のいられさんです。あなたは昔から日本人に愛されてきた神の比率をご存知ですか？今回の動画では美しい、可愛いと言われる神の比率について徹底解説していきます。この比率を知ればあなたのデザインスキルは向上し、クリエイターとしてのクオリティもぐっと上がるはずです。なんだか嘘くさい？いやいや、これが本当なんです。以前黄金比がヤバすぎるという動画を公開してたくさんの人に見ていただけてるんですが、今回紹介するのはまさにその日本版といえる神の比率となっています。しかもここで言う神っていう言葉はヒカキンは神みたいな、ただすごいという意味で使っている意味ではなく、本当の意味で神様の比率として語り継がれてきた経緯があるものなんです。だから日本の伝統的な建築物からみんながよく知るキャラクターまで、あまりにも多くのものにこの比率が使われています。そんな比率知りたくないですか？今回の動画では日本人に愛されている神の比率とは一体どんなものに使われているのか、実際に使ってみるとどんな印象になるのか、そもそもどうやって作るのか、これらの疑問をすっきりと解決していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではデザイナーを目指す人やセンスを磨きたい人のために役立つ情報を動画にしています。続けて見ているうちにどんどんスキルアップしていくはずです。役に立つ情報だなと思ったら友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いします。神の比率とは、神の比率は黄金比と並んでよく知られる日本の美意識に根付いた特別な比率のことです。それを白銀比と言います。白銀比の割合は1対 1.414 となります。1.414 という数字はどこかで見覚えがあると思うんですが、この数字は中学校の数学で習ったルート2と同じ割合です。つまり人よ人よに人見頃っていうあの覚え方がそのまま使えます。で、白銀比は正確には2種類あります。一つは1対 1.414 の比率で、これを大和比と呼びます。もう一つは1対 2.414 の比率で、これを第二貴金属比と言います。この動画では1対 1.414 の大和比を白銀比として取り扱います。身近にある白銀比の例なんですけれども、例えばコピー用紙、こちらが白銀比となっています。A4 や B4 の紙の比率って実は白銀比になっているんですね。うわ、A4 用紙ってなんて美しいんだ、 B4 用紙かわいいって思うことはないでしょうが、他の例を見ると見え方が変わってくるかもしれません。他には日本の建築の中にも白銀比が深く息づいています。有名なところだと法隆寺の金剛堂の屋根、こちらですね。法隆寺の金剛堂の屋根を見てみると、上の屋根の長さを1とした時に下の屋根の長さは 1.414 になります。そして五重塔も同じく上の屋根の長さを1にした時に下の屋根の長さは 1.414 となります。これは偶然の一致でしょうか？昔の大工たちはこの比率を神の比率と呼んでいたそうです。ただ美しい建物を作るだけではなく、そこに調和やバランスを追求してきました。そしてその中で生まれたのがこの比率、いつしか神の比率と呼ばれるようになっていたそうです。この話に明確な証拠はありませんが、銀閣寺や伊勢神宮など他の建物でもこの比率が見られます。近年の建築物では東京スカイツリーにも白銀比が見られます。その全体の高さと第二展望台の高さの比率は1対 1.414 で白銀比のバランスとなっているようです。これも公式の発表ではないんですが、スカイツリーのコンセプト、伝統と革新の融合という部分を考えると、法隆寺や銀閣寺でも見られる伝統的な美意識を取り入れた可能性はあるんじゃないでしょうか。ということで、日本に根付く美意識として白銀比の建築物などを見てきましたが、次はキャラクターにした場合、こちらはどうなっていくのか見ていきたいと思います。世界的に有名なあのキャラクターも白銀比、私たちがよく知る世界的に有名なあのキャラクターも白銀比であるようです。これは実際に実物で検証してみたいと思います。検証に使うのがこちらです。ちょうど家にあったサンリオさんが発行しているいちご新聞です。実はキティちゃんも白銀比だという話なんですが、
本当かどうかこれから確認してみたいと思います。この四角が白銀比なんですが、どうでしょう、はまるんでしょうか。どうでしょう、こんな感じです。アイスははみ出しているものの、体はだいたい白銀比でできているようです。私は結構疑り深い方で、これだけじゃまだちょっと信用できないなって感じなんですが、他のものでも検証してみたいと思います。で使うのがこちら、ウィッシュミーメルのぬいぐるみです。これも家にありました。かわいいですね。イラストじゃなくぬいぐるみだとちょっと難易度上がると思うんですが、どうなっているでしょう。確認してみたいと思います。おお、頭から体の部分にかけて白銀比が見られるようです。でも耳はどうなんでしょうね。耳も含めて検証してみるとこんな感じです。やや横幅が足りないなって感じはしますが、近いっちゃ近いってところでしょうか。正直ぬいぐるみはちょっと違うんじゃないかなって思ってたんですが、意外と近かったですね。じゃあもういっそ別の会社のこちら、メタモンのクッション、こちらでやってみたいと思います。これも家にありました。これなら会社も違うし、白銀比かなどうかなってところですよね。こんな感じです。上下が少しだけ足りないような感じはしますが、まあまあ近いかなって感じです。ということで検証結果は意外と白銀比であることが分かりました。正直なところポーズによって違いはあるし、完全に白銀比とは言い切れないとは思うんですが、全体的なバランスを見ておおよそ白銀比に近い比率が使われているということは分かりました。この比率が可愛らしさの秘密なのかもしれませんね。では次に実際に白銀比で作ったキャラクターと黄金比で作ったキャラクター、どっちが可愛く見えるのか検証してみたいと思います。では実際にキャラクターを白銀比と黄金比で比較していきたいと思います。実験台となるのはこのチャンネルの初期に登場していたコアラのキャラクターです。このコアラはもともとドーンと構えてるっていう設定があったので、そんな感じのポーズをとっています。特に白銀比とか黄金比とかは意識せずに感覚的に作成しました。そういった設定があったので横に広く作成されていますが、このコアラを白銀比や黄金比に整えてみたいと思います。まずは白銀比からやっていきたいと思います。こちらの赤い四角が白銀比のバランスとなっています。とりあえず体を幅に収まるくらいに小さくしてみたいと思います。で次は顔の大きさですね。顔はもう少し大きくして、少し耳が飛び出すぐらいでいこうかなというふうに思ってます。体はもう少し縦長で、思い切って足はなしにしていきたいと思います。ということでこんな感じで白銀比のコアラが完成しました。すごく可愛らしい感じになりましたね。幼いというか赤ちゃんっぽいというか、そんな感じになったと思います。では続いて黄金比やってみたいと思います。これが黄金比の四角になります。幅は白銀比の幅と合わせて作成していきたいと思います。黄金比の比率が1対 1.618 という比率で、つまりは白銀比より少し縦長になるんですね。なのでまずは体を縦に伸ばしていきたいと思います。思ったよりも縦長になる印象かなってところです。ちょっとこのまま足を伸ばし続けるとおかしくなりそうなので、足は足で独立させようかなと思ってます。こんな感じで黄金比完成しました。はい、ということで白銀比と黄金比の比較がこちらになります。白銀比はさすがに日本人が好む比率ということだけあって、すごく可愛らしい感じになりましたね。それが少し成長したというか、スマートになったのが黄金比って感じですね。白銀比よりもいろんなポーズが取れて使いやすそうって感じです。ちなみに白銀比のキャラクターは他にもクレヨンしんちゃん、ドラえもん、トトロなどたくさんのキャラクターがこれに近いようです。実際のところポーズにもよるので、本当に完璧に白銀比に収まるとは言い切れませんが、おおよそ白銀比くらいのバランスで可愛いキャラクターは構成されているっていうのは
十分分かったような気がします。この考え方を持っているだけでクオリティがぐっと上がるはずです。白銀比の作り方。白銀比は歴史的建造物から有名キャラクターにまで使える、まさに日本人に愛された神の比率だと思いませんか？で、その白銀比の作り方をいられといられてないソフトの2つの方法で紹介していきたいと思いますが、その前にお知らせです。今まで声出しをしていなかった私の本気の有料講座が登場しています。有料講座では今回のようにデザイン知識も紹介していて、より具体的実践的な方法を学ぶことができます。無料の YouTube よりも圧倒的に早くスキルが身につくので、気になる方は概要欄をチェックしてみてください。では白銀比の作り方です。まずは正方形を描きます。で、その正方形の対角線を直線で結びます。そうするとここの対角線、ここが三平方の定理からルート2になるんですね。つまり底辺を1とした時に対角線が 1.414 になるってことです。こんなん中学校で習いましたよね。で、その対角線を回転させて水平にしますと。で、この線に合わせて長方形を描くと、これが白銀比の長方形ということになります。またいられであれば長方形ツールでクリックした時に出てくるパネルに1000ピクセルと入力して、高さを14141414ピクセルと入力すると、この長方形が白銀比になります。1000倍した感じなんでそのままですね。イラストレーターであれば大きさを変更しても劣化などは起こりません。イラストレーターでない場合は最初のやり方、イラストレーターを使っている場合は今のやり方が簡単です。で、続いては私の最終的な見解をお伝えいたします。ということで、歴史的建造物から東京スカイツリー、有名キャラクターまで様々なものに当てはまり、日本人に愛されている比率を検証してきましたが、皆さんはどう感じましたか？これは肯定派と否定派に分かれたりするんですけれども、否定派の意見としては、それはただのこじつけなんじゃないのっていう意見があるんですよね。だってじゃあなんで金閣寺は白銀比じゃないのとか、なんで銀閣寺に限定するのとか、キャラクターの成功例は白銀比だけじゃないんじゃないのとか、否定しようと思えばいくらでもできてしまうのは私もわかります。ただ私の見解としては、私はどちらかというと肯定派です。白銀比や黄金比を否定する人は、誰もが絶対に美しい、可愛いと感じるものじゃなければ意味がないって言ってるように感じるんですよね。でもそんなものってやっぱりあるわけないじゃないですか。人の感覚は千差万別ですから。だけど多くの人がなんだかしっくりくる、バランスがいいと感じる比率を数値化したものが白銀比や黄金比なんではないかと思っています。違うなぁと思う人がいてもそれはそれでいいんです。でも多くの人が共感するバランスっていうことに意味があって、それを知ることは私たちクリエイターやデザイナーにとってすごく有益なことだと思うんですよね。実際コアラの検証を見てどう感じましたでしょうか？白銀比を意識すると自然と好まれる傾向に近づいてるなぁと感じた人もいるんじゃないかと思います。この論争に正解はないと思いますので、最終的な意見を決めるのはあなたの意見です。あなたは肯定派か否定派か、ぜひあなたの意見を聞かせてください。コメント欄でこんな比率もいいよとか、自分はこう思うなんて話も大歓迎です。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はぜひグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他にブログ、Twitter、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。